ムハンマドとメッカの停戦とユダヤ教徒との対立。イントロダクション。ムハンマドはイスラム教の預言者として広く知られていますが、彼の生涯にはいくつもの重要な出来事が含まれています。その中でも、メッカとの停戦とユダヤ教徒との対立は、特に注目に値します。以下では、ズンダモンと四国メタンの対話形式で、これらの出来事について詳しく解説します。メッカとの停戦。ムハンマドはメッカと一度停戦したって聞いたんだけど、どういうことなのだ？そうね。ムハンマドとメッカの間で停戦が成立したのは、フダイビーヤの和約と呼ばれる条約によるものよ。この条約は628年に結ばれ、10年間の停戦が約束されたわ。この和約によって、ムハンマドと彼の支持者たちは、メッカ巡礼を行うことが許されたの。でも、なんでメッカの人たちはそんな条約を結んだのだ？メッカの指導者たちは、ムハンマドの勢力が増していることを認識していて、彼らとの直接的な対立を避けたいと考えたの。この停戦はお互いの利益にかなっていたのよ。なるほどなのだ。それで、フダイビーヤのは包まって具体的にどんな内容だったのだ？和約の内容には、メッカの人々とムハンマドの支持者たちが互いに攻撃しないこと、ムハンマドたちが翌年からメッカへの巡礼を許されること、そして捕虜交換などが含まれていたわ。それってムハンマドの側にとってはどんな意味があったのだ？これにより、ムハンマドは軍事的な対立を避けつつ、イスラム教の影響力を広げる時間を得たわね。さらに、彼の平和的な解決策が支持者たちに信頼をもたらしたわ。ユダヤ教徒との対立。次に気になるのは、ムハンマドがユダヤ教徒と対立したって話。どうしてそんなことになったのだ？それは、ムハンマドがメディナに移住してからの出来事ね。メディナにはユダヤ教徒の部族がいくつか存在していたの。はじめは、ムハンマドは彼らと平和に共存しようとしたわ。けれど、ユダヤ教徒の一部が彼の教えに反対し始めたため、対立が深まったの。具体的にはどんな対立があったのだ？例えば、ユダヤ教徒の部族の一つであるバヌー、カイヌカーは、ムハンマドの支配に反抗し、結果的にメディナから追放されたわ。他のユダヤ教徒の部族とも同様の紛争が続いたの。それってどうしてそんなに深刻な対立になったのだ？ユダヤ教徒の一部はムハンマドが預言者であることを認めず、彼の教えに反発したの。また、経済的な競争や政治的な影響力の争いも、対立を深める要因となったわね。そんなに複雑だったのだな。ムハンマドはどうやってその対立を解決しようとしたのだ？ムハンマドは初めは平和的な解決を試みたんだけれど、最終的には軍事的な手段を取ることもあったわ。結果として、いくつかのユダヤ教徒の部族はメディナから追放され、他の部族も屈服させられることになったのよ。和訳の影響とその後。フダイビーヤのは続まって、その後どうなったのだ？フダイビーヤの和訳は、ムハンマドの立場を強化する重要な役割を果たしたわね。この和訳により、ムハンマドは平和な環境で、イスラム教を広めることができたのよ。けれど、和訳は2年後にメッカ側が破ってしまい、最終的にはムハンマドがメッカを征服することになったのよ。なるほどなのだ。停戦が結局、ムハンマドにとって有利に働いたのだな。そうね。結果的に、ムハンマドはメッカを平和的に支配することができ、イスラム教の確立に大きく貢献したわ。でもさ、メッカを征服した後はどうなったのだ？メッカを征服した後、ムハンマドはカーバ神殿をイスラム教の聖地として再定義し、偶像崇拝を廃止したわ。これにより、イスラム教は一層強固なものとなったの。カーバ神殿って何なのだ？カーバ神殿はメッカにある立方体の建物で、イスラム教徒にとって最も神聖な場所よ。ムハンマドはこの神殿をイスラム教の中心地とし、ムスリムたちは5回の祈りの際にこの方向に向かって祈るのよ。まとめ。ムハンマドとメッカの停戦、そしてユダヤ教徒との対立は、彼の生涯において重要な出来事でした。フダイビーヤの和訳は一時的な平和をもたらし、ムハンマドの勢力を強化しました。一方で、ユダヤ教徒との対立は宗教的政治的な緊張を生みました。これらの出来事を通じて、ムハンマドのリーダーシップと戦略が、いかに重要であったかが理解できます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。
このチャンネルでは宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。世界の宗教に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。